なんか箱が今日届いて、ちょっと見てみてください。シルビア用のハルテックの黒ハーネス。この前の動画でよく言ってないんだけど、このパッチハーネスって言うんだけど、英語では。このハーネスが、ハーネスっていうよりもアダプターだよね。このアダプターが、今ついてる車のやつがダメで、だからちょうどチューニング終わって、この箱が中がもともとダメだったので、それがあちこちだからエンジンがかかる時とかかんない時があるから、これを新しく買いました。結構いいね。でもう一つ来ましたね。この箱見てください。めっちゃ重くていい感じだね。パパがいないんだけども、先に開けないとダメ。OK？ まだか。Welcome to the Holtec family だって。ありがたいね。わーわし見てこれ。俺の新しい画面だね。これめっちゃチューニングしてる時もブランドンとかデレックもみんなこれ一番いいよって言ってて、で値段にしてもこれ結構安いので、画面にしては。で今シルビアのダッシュの何も効かないので、やっぱりどのぐらい熱いのかタコメーターとか全部欲しいから、どうせならこれ買いましょうって言ってやっと今日届きました。これすごいかっこいいよ。ちょっと興奮してる。見てみてください。これ数日後でこの前でこのホールテックの画面とそのパッチハーネスをちゃんと開けて、でそれで結構忙しいのは、この動画が出るときには86は今どうなってるのかわからないんだけど、それで結構忙しかったので、ちゃんとシルビアのECU とか直せなかったんだけど、今86がメインなので、今パーツ待ちだからちょっと今そこで終わってるんだけど、今日日曜日でここをちょっとシルビアの全部ちょっと細かいところを直したいと思うから、このダッシュをちょっとクラスターをちょっと入れてみようかな。でこのワイヤリングとかをちょっとどうにかなんかしたいよね。この前の動画でこれがバーンアウトした時にちょっとダッシュから取れて、今後ろにこうやって JB ウェルドのプラスティックウェルダーをちょっとやって、これでちゃんと乾いて治ればいいけどね。これが一応この中に入って全部ワイヤーがつながってて、これが原因でしたね。車がダイノの後かかんなかった理由。それでなんとかブランドンさんとデレックさんが中を開けて、一応この中がもう全部燃えてるっていうかなんか全部もうダメになってた、サーキットとかだから、この中開けて彼たちがなんとか一応走れるようにやって、でその間に新しいのここのやつを注文して、これをプラグ&プレイなはずなんだけど、スティーブ的視点ではプラグ&プレイはいつもプラグ&プレイという意味ではないので、一応これをちょっと試してみましょうね。緊張してるんだけど、これで本当に治れば一番いいですね。今ちょうどデレックと話してて、いろんなこのもともとね、このパッチハーネスがエンジン買った時にこのハーネスも来てて、でこうやって見れば結構もう切られてましたね。だからデレックたちが結構改造しないとダメだったし、だからちょっとピンとかの ECU の設定がちょっと違うから、一応この古いハーネスを今使って、でジャーマンさんのところかもう一回アトランタに戻ったらこの新しいのを使えばいい話ですね。でも今はこの箱だけを変えることで多分全部治ると思いますね。それでは新しいパッチハーネスと一応古いワイヤー使って、ちょっと緊張してるんだけどちょっと試してみましょうね。はい、つなげてあって、
すんごい緊張してる今。お、はい、OK。あお。実際的に今なんでかかんなかったのかわかんないんだけど、やっぱりこうやって初こういう ECU なので、俺今のところ全部車は86も、まあ、86もそうなんだけど、 RX7 とか箱スカとか全部 S30 とかも全部キャブだったので、こういうのは全然初めてやってるから、ちょっといろんなことがあるから、だからキャブレーターが好きだよね。そうやってもうガソリンと空気とスパークプラグとかがあればちゃんと走れるのに、これはいろんなコンピューターもいじらないとダメだから大変なんだけど、やっぱり走ってるとこっちの方が全然安心できるんだけど、古いやつを戻してかかるのかな、ちょっと。OK、これはちゃんとかかるね。OK、それはよかった。それは本当によかったね。OK。これから一応ダッシュをちょっとつなげてみて、それは多分問題なくできるからいいと思うんだけど、やっぱり言った通りプラグ&プレイだけではないよね。これは一応簡単なはずなので、ここの後ろにバッとこうやって入って、アダプターがこういう感じに入って、でこれがここのワイヤーに入って、これが ECU の方に行くですね。 OK、 今ちょっとつなげてみてどうでしょう。おー、つきました。見てみて、これわー、いいねいいね。ちょっとかけてみようか。なんでクーラントテンプチャーが高いんだろう。大丈夫か、大丈夫だ。おー、ちゃんと効いてる。バッテリーのボルテージがちょっと低いけどね、どうなってんだろう。なんか見たんだけど、いろんな改造し方があるよね。こうやって、おー、いいね。ほら、かっこいいね、こういうのとか。いっぱいあるね。これちょっと剥がそう。それいつも好きだよね。レトロみたいな。うわ、すごいね。OK、 わかりました。そうだね。はい、こういう感じでいいね。How are you, Brandon? I'm hanging in there. How about yourself? Good, man. Is you guys busy at the shop? Yeah, always. I do. Well, you always look busy. That's for sure. 今朝一番、東海岸にあるコントロールモーターズのブランドンさんと電話で話してます。コンピューターがなかなかうまくいかない。ホールテックのコンピューターの、中のそのジャンパーピンの調整で、これで一回エンジンをかけてみるところです。Alright, let me see if it starts up. There it is. Look at that. Awesome, thank you so much. Yes, no, you're welcome. Ask them any advice from your... Oh yeah, first time dealing with that, so I appreciate all the advice. Thank you. Yes, no, for the future, you got a buddy with an SR with a house tech, that'll fix it when it doesn't
いやよかったね。ねねそんな簡単だってブランドンに電話一本ですぐに治ったって。よかったんじゃない？そんな簡単だって、何ピンの調整だったんだよね。で、あとは大丈夫そうなの今のところ。で、今度オイルプレッシャーと、ウォーターテンプと、だよね。エンジン音と、あと、それをまたやればいいということだよね。あとガソリン。いいね。よかったね。よかった。今日の朝ブランドンさんと電話してちゃんとパッチハーネスの方を直しましたね。で今日結構時間かけてこのホールテックのソフトウェアは PC なので俺はいつも Mac で結構時間かけてこのドライブに Windows をダウンロードして今 Windows のプログラムをそこからやってて、でこれからこの画面のちょっと改造したいよね。これにつなげて OK。 今ダッシュにつなげてここを車にこれを入れて読むのかな。おー入ったよかったね。 OK。 今からちょっと改造しますね。今からアップデートしてますね。こういうことをちょっと初めてやってるからワクワクと緊張してますね。おー OK。 ここに今アップデートされましたね。ここ見れば。で今画面の側が今リスタート中だと思います。そうですね、多分ね。どうした？今雨も降ってきた。OK。 ここではちょっと今改造してここにオイルプレッシャー、クーラントの温度ですね。でインテーキの温度、ここインジェクターデューティなんだけど今はこのまま置いといて、燃料のレベル今からダッシュの後ろに入れるんだけど今一応ここに置いて、一応これも今置いとけるんだけど、こうやって今ライト改造できますね。これを多分これを4000ぐらいからね、このランプで4250とかでこうやって俺の今のレッドラインは6500からだからそこまで今上がっていきます。 OK。 今いろんなことをちょっと変えて今ダッシュの方に OK 行きましたね。だんだん来ました。ここでもうちょっと遊んでて、ここのクーラントがここ230度 F ではね、俺が慣れてるあれなんだけど、これがこの230度を超えればこれを全部結構かっこよく改造できる。こうやって一個一個どのライトがついてほしいのかをこうやってやって、一応今のところはこれを全部やって、でここ見ればここでこれがどんどん熱くなってきて230度になるとこうなるこういう感じ。こうならない方がいいんだけどね、本当のレースとかしてる時は一番それ欲しくないんだけど、一応そうなったらちゃんと目が見てない時にこれが光って分かるようになるから結構いい感じですね。結構面白いよこれ。あっちゃんは何してるのかな。ちょっと覗きましょう。お、どう？ホールテックは。今結構いい感じに今消えてるんだけど全部セットアップ、一応何が書いてほしいのか書いてあって、今から後ろのピンをちょっと改造したい。燃料とかのレベルとか入れたいから。これも燃料のもう、量も分かるんだ。このピンが全部あるからそれ全部なんか入れられるよ。改造とか。じゃあ次はフューエル燃料だね。フューエルだよね。だから今これのピンののこれを読んでて、これをこうやって取って、今ここはここに置いて、詳しくなってきたよね、あっちゃん。こうやって後ろから見ればこうやって12345678910、こうやって左から右数えて、で俺が入れたいのは5番目のピン、こ
この45、はい。で隣でうん。メインコネクタピン18、19、日本にホールテックあるのかな？みんななんかパワー FC とか使パワーってる FC が多いよね。結構昔のあれは HTS だったっけ？アペキシーだったっけ？アペキシーもある、アペキシーもあるよね。でもこれは今時だよ、この全部アメリカはみんなホールテックだよな。ホールテック多いよね。まあリンクも最近ね、リンクも最近ある。 86はリンクで動く。これもリンクで動くんだ使えるよ。けど。嘘、このモニターちゃんといいね。ここで見ればリンクにも変えられるんだ。リンクでもできる。ここでおさっきあったんだけど、まあとりあえずじゃあでもとりあえやってみてずこれを今ちょっと改造したいと思います。じゃあどういう風にやるの？ OK、 ここから5番目はここに書いてあるのは 5V センサーサプライだから、これをアフターマーケットセンサーを入れたかったらこの5番目の方をちょっとこうやって取らないと、こういう感じに取らないとダメです。なるほど。でここから AVI1 がこのインプット、そのセンサーのインプットだから、それは18、19、20と21番に使える。だから一番簡単なのは18番ですね。ここの下、そこが18番。で30番がグラウンドだから、28、29、30。30はここの5番目。グラウンドになる。1、2、3、4、5番目、ここ。もうちょっと細めのやつ多分使った方がいいんだけど。あるよ。あるかな。結局何？指で取れたの？自分。指でちょっとバッて開けてできた。で、これがピンですね。入れるピン。これはホールテックについてきたものだな。そう。OK。でもそれをする前にフュエルセンサーのワイヤーを見つけないと。後ろから。じゃないと読めないじゃん。なるほど。でもう一個のピンがグラウンドで1個がパワー。5ボルトのあれに行くから。で後でオームの調整もこの車に合わせたオーム調整がそれでできるんだ。これからできる。なるほど。ところでさ、ワイヤーがすごくない？これはあれが治ったから今綺麗にできる。でもこれが終わった後にやる。なんかね、スパゲティとかパスタとかそばみたいだよね。いろんな色の。あれが壊れてたから何もできなかった。これからだよな、綺麗になるのはね。ドリフトイベントはあるんだよね。すぐに。もう来週だよ。そうだよ。早くやらないと。今週だよ。今週末だよね。じゃあトランクルーム開けましょう。あれから1時間2時間1時間ちょいかな。1時間半。どうしてもあっちゃんがこのコンピューターでホールテックで燃料のレベルが分かるように、結構いろんな人にはできないと、普通のメーターじゃないと、新しいアップデートでできるようになったので、それをインストールしてから、2人で理想的にまず燃料タンクから、これあくまでもテスト用なので、この燃料タンクにいた元のその燃料のセンディングユニットから緑と赤黒のワイヤーから白2本になってるんだけど、ここからこう飛ばして緑のワイヤーがその燃料のレベル用のものなんだよね。量でまたもう1本がこの5ボルトのやつだったんだよね。でその2本をどっちも白なんで分かりにくいかもしれないんだけど、これテストだけ、ピンの21番のピンとにその燃料のレベルとまた燃料の方で、赤黒のやつが何番に言ったっけ？5ボルトがこっちだよね。確かに、5番で、21番は21番がそのセンディングユニットの方で、今度アースが30番。30番アースはこっちから持ってきたんで、で入れたらどうなった？見せて。鍵をオンにしてホールテックの画面を見せてください。ここでは 93% って書いてあるね。93% でほぼこの間満タンしてきたので、乗って帰ってきて、7% 前後って大体
93%、もう俺がわざわざこうやって中に入ってこのセンサーのところに入ってでカリブレーションしてセンサーは0から90オームの読みまあそうやって読めるからこのパーセンテージが0の時は一応90のオームのはずで0は 100% のはずなのでそれで今はちょっと頭で計算したんだけどこれは結構適当なんだけど一応こういう感じでこうやって見えるんだけどボルテージは多分そのオームの意味で入れてここでちゃんとやってでいい感じにこういう感じにできました。まあ今度乗って今度どのぐらいで減っていけば、ちゃんと減っていけば減っていかなかったらダメなんだけど、増えたらまたよろしくないもんな。今もうちょっと改造しててここに入ってそれで今計算しててこれを全部計算してオームをボルテージに変えてこういう計算できてでこれがそのガソリンのパーセンテージでこういう感じでやって今こういう感じにできましたね。今それができてこれからもうちょっとワイヤーを後ろから持ってくるワイヤーをもうちょっときれいにして一応あっちの方まで持っていきたいと思います。これではワイヤー全部今綺麗にしましたね。暗いんだけど一応こういう感じに全部ワイヤーを上に上げて ECU をここに置きましたね。簡単に入れるために。でフュールセンダーのワイヤーをこうやって全部横にずっとこうやって走っていってますね。新作品ですよ。新しいシール POV&Coダブルサムズアップスティーブテキステン .jp でありますよ。久しぶりの FC にもちょっとシール変えてこれも新しいよ。 POV サムズアップコーめっちゃいいからお早めに買ってくださいね。次の日でここ見ればめっちゃいい感じにワイヤーが綺麗になったしここどうにかこのダッシュをどうにかこうやってちゃんと入るように考えてるから今このキー持ってきてでこの昔これもまだ使いたいんだけどここの後ろをちょっとなんかで測って木で作ってちゃんとダッシュがそこに入れば一番いいと思いますね。ではちょっとさすがにちょっと始めましょう。OK こういう感じに一応初カットでいい感じですね。でこれからもうちょっと細かい調整とかします。カスタムダッシュを作ってる。すげえ。メーターの自分のコンピューターがここに入れたいな。画面純正のところにコンピューターのモニターですよね。さっき用事があって帰ってきてあっちゃんがこのガレージの中にいるのかな。いたあ、ダッシュ作ってるの。そのモニターがちょっと見せて。すげえわちゃん下でダッシュのところこれにモニターをマウントするのか。なるほどね。いろいろ試しながらすげえ。さてどんな感じ？近づいてきた。いい感じじゃない？なかなか初 DIY にしては素晴らしいんじゃない？これはすげえ。歯医者の勉強になるよね、こういうのはね。じゃあ細かいこういう削りとか細かいこととかってこういう作業がすごい
歯医者さんの勉強にもなりそうだよね。結構ね。ね。あっちゃんはこれは頑張ってやりながら、インタークーラーとかガソリンタンクもラジエーターも新しいのが来てるんで、これはガソリンタンク。あとちょっとね、やっぱり業者が違うもの、この86用のものだよな。ちょっと違います。違いますね。シルビア用に、インタークーラーとラジエーター。こちらはインタークーラーになるのかな。ちょっと開けてみようか。変えられたら変えて、あげたいなと思います。やっぱりいろんな方にこのインタークーラーがちっちゃいんじゃないかと指摘されて、もうちょっと大きい、ジャーマンさんは特にね、このインタークーラー大きい方がいいんじゃないかっていうのは言ってくれたので、大きめのやつを買いました。今車についてるやつよりはるかに大きいんですね。同じ位置に合うか、今度マウントとかがちょっと変わってくるような気がするので、どうなるのかな。元のやつより全然大きいよね。ねえ、あっちゃん。ブラシで POV って誰かやってほしい。これできるんじゃない？自分たちで。それいい DIY。でもこれはもうちょっとサイズとかが違うのでどうなるのかな。ステイとかもよし、どんな感じでしょうか。あっちゃん、前のインタークーラー取りました。それでこの大きいやつが全然サイズが大きいんだよね。なんで本当にこれに合うか合わないかっていうのはあるよね。まずはサイズはここにマウントができるかどうかっていうことですね。ギリギリきついですよ。きついよ。どうだろうね。入るよ。入ると言いながら入るの？まずの問題はこっち側が前のインタークーラーより入り口が大きいんだよね。なのでこのホースはすでにこういうねアダプタータイプで細いこのパイプからこの大きめのやつに来るんだけど、これは入らないですね。どう見ても入らないです。入らないのでねえ、あっちゃん入らないよね。入らないと思う。入らない。サイズが違うので違うコースアダプター、この大きさを測って正しいホースを買わないとつけれないですね。なんとかいい感じに、100% いつもではないんだけど結構いい感じにできたので、これから黒に塗装します。今ここをちょっと戻して、なんかいい感じだよね。こういう感じにどうにかこれをこういう感じにマウントできて、すごいいい感じにできると思うよね。